ちは、今回はこちらマニラヘンプヤーン、メルヘンアートさんのマニラヘンプヤーンですね。業務用のサイズです。約 200g で、500m あります。たっぷりあるので、結び目が出てこない限りはずーっとね編み続けられるのでね、すごく使いやすい糸だと思います。カラーナンバーは511のミルクですね。これが、結構前に買ったものなんですが、お家にずっとあったので、これを使ってねバッグを編んでいこうと思います。使用する針は7号の 4mm を使っていきます。エコアンダリアと比べると結構紙っぽい感じですね。マットで、紙の触り心地に近いです。でもすごく柔らかいので編みやすいと思います。では、糸端40センチくらい残したところから編み始めます。結び目を作って鎖編みを編みます。はい、鎖編みを編みました。48目編んだところです。この48目の状態で長さが約31センチですね。この後細編みを編み付けていくと少しね長さが短くなるかなと思います。48目鎖編みが編めたら鎖1で立ち上がります。そして針から数えて2つ目の鎖、上半目と真ん中のこの裏山ですね、2本を取るように針を入れて糸を持ってきて細編みを編みます。最初の細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたらあと47目分ですね、同じように上半目と裏山2本取って細編みを編んでいきます。で、細編みを編む時のコツなんですが、糸を引き出してくる時、手前に引き出します。手前にちょっとね最初編みにくいんですが、キュッと引き出したら上に向けて糸をかけて真上に引き抜く。で、このね左手にかけている糸がだんだんこんな感じでね、だんだんねこんな感じでねじれてくるので、かけている手を直してあげる。まっすぐにね糸を直してあげるようにするといいです。引き出してくるときは自分の方へ向かって手前に引き出して上に引き上げてかけて、引き抜くときは上に向かって引き抜く。これで、まっすぐね細編みが編めていけると思います。では端っこまでひたすら細編みを編んでいきます。はい、48目
細編みを編んできました。そしたら、今度は向きを変えて鎖の残り半目がずっとあります。細編みの足元に残っている鎖の半目ですね。向きを変えて今度はこっちに、細編みを編んでいきます。で、糸端が長く残っていると思うんですが、これも一緒に編みくるんで進んでいきます。最後に細編みを入れたのと同じところですね。細編みの足元に針を入れて向きを変えて、しっかり向きを変えて意識した方が綺麗に編めます。糸端も針の上に乗せて糸を引き出してきて細編みを編みます。ちょっとね、待ちがない感じで、平たくぺったんこにね編んでいくので、ちょっとこの端のね細編みが編みにくいかもしれないんですが、頑張って進んでいきます。次の目も残りの半目に針を入れて糸端は編みくるんで細編みで、この時形を整えてきっちり半分に折りたたむ感じでね編んでいくと編みやすいと思います。綺麗に、ね、なると思います。一目に一目ずつ細編みを入れていきます。最後の目まで細編みを入れてきました。こんな感じになっています。最初はどうしてもねこんな感じでくるんとねじれやすいので、段を閉じたらスチームを当てて整えてあげるとその後編みやすいと思います。はい、では最後の目に細編みを入れたので、マーカーのついている最初の目の頭に針を入れて引き抜きます。マーカーを外して最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。で、いつも私はこの引き抜いた目をギュッと引き締めて小さくしているんですが、今回はこのままの状態でね編んでいきます。なるべくこの引き抜く目はね大きくならないように、最後の細編みを編んだ時キュッと糸を左手にかかっている糸をね引き締めた状態で細編みの頭に針を入れて引き抜く、こんな感じですね。そしたら一旦このくるっとしているのをスチームを当てて整えていきます。整える時はこの最初に作った作り目の真ん中のこの鎖ですね、細編みと細編みが表側と裏側がパタンと半分になるように綺麗にねスチームを当ててくるといいと思います。はい、こんな感じでスチームを当ててきました。半分に折りたたんだ状態ですね。では、針を戻してこのね飛び出してる糸端はカットしてね大丈夫です。針を戻したら鎖1で立ち上がります。立ち上がったらすぐ根元の細編みの頭に針を入れて細編みで、この細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたらもうあとはひたすら細編みに細編みを編みつけていきます。下の細編みの真上に細編みが来るように、意識しながらですね、真上に糸を最後ね
このように引き出します。これをね編み始める前にエコアンダリアでねちょっと、試作をしていたんですが、エコアンダリアよりもかなり柔らかくて編みやすいですね。で時々このように丸まってきてしまった時、ね、目が他の目よりも小さくなってしまうので、たまにこのように開いてあげてます。でもエコアンダリアより細くなりにくい気がしますね、今のところ。破けやすいので気をつけて開いてあげるといいと思います。2段目の片側進んできて一番端っこまで来ました。 U ターンのポイントですね。ここがちょっとね難しいかなと思うんですが、一番端っこ細編みを入れたらもう思いっきりこちらに向きを変えてですね、で一番端っこの細編みに細編みを入れます。頭が伸びないように糸を引き出して直角に曲がる感じですね。で少し整えて次に進んでいく。こんな感じですね。反対側も細編みと細編みの間を半分に折る感じなので、ちょっと気をつけて編まないとこの端っこのところがねブサイクになりがちかなと思います。では、これをずっと繰り返してどんどん高さを出していきます。最後段を閉じる時の引き抜き編みは先ほども説明しましたが、今回の場合はキュッといつもねぎゅーっと引き締めて、小さくしているんですが、今回は引き締めをせずに編み進んでいきます。で、編んでいくうちにここら辺とかね細編み小さめですよね。こういう場合は私はいつもちょっと戻って編み直しています。細編みばっかりを並べてね編んでいくのってすごく難しいと思うんですが、丁寧に編んでいくのが綺麗になるコツだと思います。ちょっとね大変時間がかかるんだけど、出来上がった時にね満足感が違ってくると思います。はい、では繰り返し編んでいって、すごくね大きな巾着にしていきます。で1段ごとでもいいですし、何段かごとにねスチームを当てて整えてあげるとその先がもっとね綺麗に編んでいけると思うので、編んでいるとねこう持っているこの手だけでも
編み地がね歪んでくるので、編み地を持っている持ち方でね、なので整えながら編んでいくといいと思います。ではひたすら繰り返していきます。はい、ひたすら細編みを編んできました。結構ね時間がかかったと思うんですが、だいたいそこからの長さで27センチになっています。それではこの後この上の部分ですね、メッシュで編んでいきたいと思います。鎖1で立ち上がったら根元に細編み、鎖1をして1つ飛ばして次の目に細編み、鎖1、1つ飛ばして次の目に細編み、これを繰り返し編んでいきます。細編み鎖1というのをずっとね繰り返し編んできました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。そしたら、次の段からも同じことを繰り返します。鎖1で立ち上がって根元に細編み、鎖1、下の細編みに細編み、鎖1、細編みに細編み、こんな感じですね。これを、何段かね繰り返し編んでいこうと思います。はい、細編みと鎖編み交互に繰り返してきて全部で10段編みました。で最後ですね、最後は細編み鎖と編んだので、ここで糸をカットして最初のね細編みのところにとじ針でつなげようと思います。鎖の目から糸を引き抜いてとじ針に糸を通します。そしたら最初の細編みの頭がここですね。次の鎖にこのように針を入れます。裏山1本は残っている感じですね。糸を通したら、今通したこの糸が最初の細編みの頭と同じくらいになるように糸を調節して、この鎖ですね、最後に編んだ鎖に上からこのようにとじ針を通します。ちょっと整えたら今度は、裏側に糸を持っていきます。最初に編んだ細編みの頭を通ってこの辺りにも針を通してこんな感じですね。綺麗に糸が通せたら裏側で糸始末をします。
ある程度糸を通したら糸をカットします。そしたらこれで本体は完成となります。下から底の部分から上の部分まで長さが32センチになっています。それではこの、細編みと鎖編みが始まった最初の1段目ですね。ここに、鎖編みで紐を編んで通していきますので、この横幅の倍ぐらい、倍以上ですねになるように、糸端は後でカットしますが、10センチくらい残したところから編み始めるといいかなと思います。同じ7号針でひたすら鎖編みを編んでいきます。鎖編みをずっとね編んできました。このバッグの横に通す分よりも少し長く編んであります。10センチくらいですかね。今2つに折りたたんでいる状態です。長さを測ってみます。約84センチですね。84センチくらいの鎖を編みました。そしたらここで糸をカットして、まず1本目はこれで完成です。糸を引き抜いてキュッと引き締めて紐ができました。もう1本同じものを作ります。同じく鎖編みを84センチ編んだものを、2本ですね。2本目も編み終わりました。そしたら、このバッグ本体の細編み鎖編みと交互にね編んだと思うんですが、鎖の部分に通して、2本通してね巾着型にしていきます。これも大きなこのね紐も大きなとじ針にね通すと通しやすいかなと思います。鎖編みの穴なんですが、一つ飛ばしごとぐらいにね通していこうかなと思います。お好きな通し方でね通してください。
1本目を通し終わりました。そしたら、この糸端同士ですね、合わせて、鎖の部分から少し、この糸端部分ではなくて鎖の部分からぐるっと結んでしまおうと思います。はい、こんな感じで結んだので、糸端を揃えて、ちょっと長めにねカットしておこうかな。はい、こんな感じですね。そしたら、同じように反対側にも、2本目を通していきます。はい、こんな感じですね。そしたら反対側も同じように、通します。はい、両方の紐を通すとこんな感じに、ね、なります。引っ張ると巾着型に、ね、なりますので、この後はぐるーっとね持ち手を取り付けて、その後フリルをね編んでいこうと思っています。まず持ち手ですね。持ち手は、かなり長く編みます。この底の部分からぐるーっと、持ちたい長さの持ち手部分を編んで、こっち側もねずーっとバッグに、縫い付けていきます。ぐるっとね表裏ずっと長いものを取り付けていきたいので、持ち手ですね、最初の、作り目鎖編みで作っていきますが、かなり長い鎖編みになると思います。糸端は糸始末できる分残して鎖編みを編んでいきます。バッグの、表と裏にも接着する分と、それから両側の、自分で持つ部分ですねの長さが必要なので、かなりの、長さの鎖編みを編んでいきます。かなり長さがあって大変ですが、持ち手の幅は細めにしてですね編んでいこうと思います。はい、ひとまずですね180目鎖目を編みました。これで、バッグの底からずーっとバッグ本体にね取り付けてきて、反対側も同じようにね取り付けて、持ち手の長さがこのぐらいですね。バッグに取り付けて持ち手の長さが約50センチくらいの、状態ですね。なのであと、180目をもう一度続けて編んでいきます。ちょっとね大変なんですが、180目180目で全部で360目ですね。鎖編みを編んでいきます。はい、後半も180目編んできて全部で360目になっています。そしたらちょっと大変なんですが、ねじれのないように最初に編んだ鎖目とつないで輪にします。しっかりねじれのないように確認をしたら、最初の鎖編みの真ん中ですね、上半目と裏山を取るように針を入れて糸を引き抜いてつなぎます。で、引き抜いたこの目を小さくしたいので押さえてしっかりぐーっと引
き抜いた目を縮めます。そしたら、この後がめちゃくちゃ大変なんですが、鎖1で立ち上がって今入れた引き抜いた目と同じところに針を入れて、糸端は編みくるみます。針の上に乗せて糸を持ってきて、細編みの頭にマーカーをつけておきます。では、すごく大変です。360目、細編みを編んでいきます。はい、一周ぐるっとね編んできましたが、360目細編み、めちゃくちゃ長かったんですが、これをまたあと何段かねやっていきます。最初の細編みの頭にマーカーがついていますが、針を入れて引き抜きます。キュッと引き締めたら鎖1で立ち上がって、根元の細編みの頭に針を入れ、糸を持ってきて細編みで、またこのね細編みの頭にマーカーをつけておきます。では、太さ的に3段くらいかなと思っています。ちょっと繰り返しねすごく長くて大変なんですが、細編みをぐるぐるっと編んできます。はい、繰り返し編んできて3段にしました。持ち手の、幅ですね3段にしたので、最後細編みを入れたところです。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。はい、では、マーカーを8個用意していただいて、まず最初の細編みの頭に赤いのがついています。この赤から次の赤のマーカーまでが88目あります。赤から赤まではフリルを編みつけていきます。で、この赤の次黄色になっていますが、この黄色から次の黄色までが92目あります。92目が持ち手の部分になります。バッグに縫い付けない部分ですねが92目で、この、次の赤いマーカーからずっといって次の赤いマーカーまでがフリル88目あります。で、反対側の黄色も同じです。黄色から黄色まで円の最後までですね、これが92目、バッグに縫い付けない部分になります。ではフリルを編んでいきます。赤いマーカーから次の赤いマーカーまで繰り返します。鎖1で立ち上がって根元の細編みの頭2本糸があると思うんですが、向こう1本だけに針を入れて細編みマーカーをこの細編みの頭につけておきます。もう一度同じ目に針を入れて細編みを編みます。そしたら次は向こう半目に細編みを1つ、細編み2目細編み1目ですね、増し目細編み1というのを向こう半目に入れて繰り返していきます。はい、一つの目に
細編み2目、細編み1目というのを繰り返してきました。最後の目は細編み1目ですね。はい、そしたら鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返します。根元に針を入れて細編み鎖1、そしたら次の目にも細編み鎖1をします。で1つ飛ばして細編み鎖1、細編み鎖1、1目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 飛ばして細編み鎖1、細編み鎖1、はい、こんな感じです。細編み鎖1というのを2回連続編んだら1目飛ばすというのを繰り返していこうと思います。1目飛ばして細編み鎖1、細編み鎖1、1目飛ばして細編み鎖1、細編み鎖1、はい、繰り返してきて最後の方まで来ました。最後は鎖1だと思うんですが、マーカーのついている最後の細編みの頭に針を入れて細編みをします。次の段鎖1で立ち上がったら編み地をひっくり返して根元の細編みの頭に細編みマーカーをつけ直して鎖1で次の、鎖を飛ばして細編みの頭に細編みをします。ここからは増減なしで、1目飛ばして細編みの頭に細編み鎖1、細編みに細編み鎖1という風に進んでいきます。はい、3段目も最後まで来ました。細編み鎖1としたので最後の細編みにも細編みを入れます。そしたらあとは同じことを繰り返して、このフリルのね幅を出していこうと思います。ひっくり返したら根元の細編みに細編み、立ち上がりは鎖1です。ここも念のためにマーカーをつけてもいいと思います。鎖1をしたら細編みの頭に細編みですね。鎖1、細編みに細編み、ひたすら繰り返していきます。で、このね鎖をする時に幅が狭くなりがちなので気持ち大きめに鎖を作った方がいいと思います。では細編み鎖1を繰り返してフリルの幅を出していきます。はい、繰り返し編んできて、最初の、筋編みをしたところですね。この段から2、4、6、8、9段ですね。9段目まで編みました。編み終わったら糸を切って細編みの頭から糸を引き抜き糸始末をします。編み地の裏側で
目立たないように糸を通していきます。こんな感じにねなっていると思います。赤いマーカーから、ここ外してしまったんですが、赤いマーカーまでフリルを9段編みました。そしたら、反対側にも同じように糸をつけて、同じく増し目をしてから細編み鎖というね、繰り返しをして同じようにねフリルを編みます。でこれも、出来上がったら一度ねスチームを当てた方が綺麗になると思うので、一旦この状態でスチームを当ててきます。ちなみに糸は残りこのぐらいしかないので、かなりギリギリ使い切る感じですね。はい、この残り糸で、本体のバッグに今編んだこの持ち手とフリルを縫い付けていきます。はい、こんな感じで持ち手にねスチームをかけてきました。この最初に編んだ細長い部分がまっすぐになるように、で後から編み付けたフリルの部分、ちょっとねこんな感じでプリーツをね作るような感じで整えてきてあげるとバッグ本体にね縫い留めやすいかなと思います。お好きなようにね整えて、この部分がねまっすぐになるようにスチームかけて形を整えてあげるといいと思います。では、バッグ本体にこれを縫い留めていきます。フリルの始まりの部分が、この紐を通したところの1段下ぐらいですねに来るように、そしてこの一番端っこですね、さらに横から数えて細編みが14目目ぐらいの位置につけようと思います。2、4、6の花と14、ここら辺ですね。こんな感じで位置が決まったら待ち針なんかでね留めておくといいと思います。ちょっとね針先結構チクチク刺さって危ないので目の中に隠してしまいます。何箇所かねこのように留めたら、これぐるーっと後ろまで回して裏返しにします。で同じこちらも14目246の半と14目目にこのラインが来るように上まで伸ばしていただいて、だいたい先ほどと同じくらいの位置に来るかなと思うので、この紐を通したところの1個下の方がいいかな。細編み1つ下くらい
ですね。編んでいる手加減によっても変わってくると思うんですが、お好きな位置に決めてもらって止めておきます。反対側もぐるっと回してきて止めます。はい、こんな感じでね、裏側もぐるっとね、持ち手ねじれのないように取り付けてください。そしたらあまり長すぎるとつけにくいので、ある程度の通しやすい長さにカットした糸でとじ針に通したら、この持ち手をね縫い付けていきます。まず端っこからですね。ちょっとやりにくいんですが、裏側で何度か糸を通してから表に出してきて、目と目の間、筋で持ち手の、鎖残っている1本ですね。ここを通していこうと思います。それからこの持ち手つける時ですね、ごめんなさい、この筋が表に来るように、表と裏をね間違えないようにつけてください。ではこんな感じでまっすぐですね、返し縫いをしながらつけていきます。バッグ本体の方は細編みの間から糸が出るようにつけていく感じですね。決して編んである細編みの糸を割らないようにつけていった方がしっかりすると思います。
ぐるーっとですね縫い留めてきました。で最初のスタートがこのね縦のラインからだったんですが、この横のところ、横から入ってぐーっと縫い留めてきた方が良かったかもしれないですね。最後までいったらまたこの横の部分もしっかりと縫い留めて、で最初に縫っていなかった分ですね、ここ横ね3目分あるんですが、ここもねしっかりと縫い留めてください。で同じように、ハンドル持ち手の部分がねじれのないように反対側も、この字にですねぐるーっとしっかりと縫い留めたらこれで完成です。でこのフリルの部分ですね、またね、縫い留めた後に、スチームアイロンで好きなようにね形を整えるとねいいと思います。これで完成です。で、持ち手のこっち側ですね、この筋のところは留めていない状態で、糸の残りがこれだけしかないので、こっち側もね留めるぐらいの長さは残っていると思うんですが、人によって多分残る量が違うと思うので、こっちを留める場合はねお好みでやるといいと思います。この内側だけでもかなりしっかり止まっていて、重たいものを入れてもね大丈夫な感じになっています。はい、ではこの状態でもう一度サイズを測ってみようと思います。はい、横幅は約31センチ、バッグ一番上までの高さは32センチくらいですね。ここ絞りを入れたところまで、物が入る、高さまでが約 26.5 センチくらいになっています。紐の部分を引き締めるとここがねキューッと寄ってきて、真ん中にねこんな感じでシワも入るので、すごくね可愛い巾着バッグになったと思います。このねフリルの入れ方も私はちょっとね影が出てフリルが見えやすいので、下の部分こう上向きではなくて下向きにフリルを入れてあります。もうちょっとね、目数を増やすともっとフリフリしてボリュームが出ると思うんですが、糸の、残りの関係もあってこのぐらいのフリルにしてみました。もう少し糸が準備できる方はもっとね、最初の1段目のこの細編みの、増し目ですね、増し目細編み1つっていうのを繰り返したんですが、増し目増し目増し目全部増し目にするとかなりボリューミーなねフリルができると思います。はい、すごく可愛い巾着になりました。大きさも結構あるのでいろんなものが入るし、夏にね持ち歩きやすい可愛いバッグになりました。よかったら参考にして編んでみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。